糸場について語りましょう。糸場についてまず前提として糸場がないっていうのはなくて成立するんだったら多分最も切れる刃物ができると思う、そうでもじゃあ糸場はいるのかいらないのかでいうと条件を満たした場合は必要なく条件を満たさない場合は絶対に必要っていうここの分岐点がとても大事なんだよね、でやっぱりね劇的にこのもう15年とかその間に研ぎ方であり研ぎのルールっていうのがもう恐ろしく変わったっていうのをやっぱり多くの方々認識してもらいたいなってところがあってじゃあその変わったって何が変わったのっていうと面直しで砥石を平らにするっていうルールが当たり前みたいにこの15年ぐらいから勉強し始めた人たちはそれが超当たり前なの、だって平らな砥石じゃなかったら研げないに決まってんじゃんっていうふうにみんななるわけだよね、そうでもじゃあその前はっていうと面直し砥石がなかったり下手するともっと昔になるともうかじったリンゴみたいになんかキングデラックスの山頂掛けがもう4面全部へこんでるみたいなそうで砥石がへこんで研ぎにくくなったら道路とかコンクリートで直しましょうみたいな、そういう時代が全然本当につい最近まであったんだよね、でそういうへこんだ砥石で研いだ場合実は刃先の角度が耐久性が得られる角度を超えると糸場がいらないのよ、要するにめっちゃ刃が丸くなって一番先端の角度が、僕らが研究した中でいうと、全部の鋼材とは言えないんだけど、25度を上回ってくるともう糸場なしで成立する。だからそういう意味ではもう丸く研いじゃったりしてそのままハマグリ状というか、丸っぱというかハマグリ刃というかっていうのはすごいまたこれも議論を呼ぶかもしれないんだけど、とりあえずその25度を超えたものに関しては糸場はいらないんだよね、そうでそれで成立してしまってるものっていうのは実は結構切れる。だからそこを体験されてる人たちはいやいらなくないって思うんじゃないかなっていうのは事実あるね。しかもその両方で25度だから実はへこんだ砥石で裏だけフラットな砥石使ってる人なんかいないから、そうすると裏も表もちょっとある程度丸くなった包丁になった瞬間実は表の糸場はゼロにできるっていうのが分かってて、実際それで切れる切れないで話になると本当によく切れる、表も裏も糸場なしの薄刃包丁は結構ギリギリだけどそれでも1000番ぐらいになると25度を下回っても結構成立し始めるんだよ。なんでかっていうと刃先が厚みがあるから、厚みがあるところにノコギリがあるから本当の意味で薄くなりきってないんだよね。その糸場なしのもうキングデラックスで表裏で厚みがちょっとある1000番ぐらいのフィニッシュをした場合びっくりするぐらい切れたりする。こんなに切れるのって自分でも体験した時にちょっとびっくりしたのを覚えてるからね。ただ何が問題ですかっていうと再現性がないのが一番の問題だね。要するに常に同じ形を維持管理できない。なぜかっていうとそのへこんだ砥石は偶然の産物でそのまま研ぎ続けたらどんどんより丸くなってよりひどくなっていくっていう未来が見えてしまうものなので、そういう意味でやっぱりこのね15年ぐらいで大きく変わったのが砥石を直すことで、砥石を直すことによって常に同じ状態で研ぎ続けられる。要するに常に同じ包丁の形を維持管理しながら研ぎ減らしていくことができるっていうのが大きく変わった部分なんじゃないかなと思うね。そうするとやっぱり薄刃包丁の切り刃の角度なんて大体下手すると、10度は切ってて10度から8度ぐらいにねじれてたりする、ひねりが入ってるものが結構あったりするから、やっぱりそれぐらいの角度で言うとやっぱりさっきの25度はとても追いつかない、でさらに近年その1000番とか中戸フィニッシュっていう人たちもすごい、少ないので、そうするとやっぱり細かい仕上げの砥石で一生懸命頑張れば頑張るほど多分もう薄刃包丁になってもアルミ箔みたいな刃先に強度が出ない、もうぐにゃぐにゃってもう指で押したらしなるぐらいの刃先ができてしまったりする、そうだからそういう意味ではやっぱりもう糸刃を
平らな砥石で研ぐという前提条件で言えば、つけざるを得ないっていうのも間違いないかなと思うね。そうだからやっぱり、昔ながらの研ぎ方をしている人たちを否定するつもりもなければ、やっぱりそこの全容が自分の中で咀嚼できた時に、キングデラックスでベタ研ぎっていうのを表裏、型まであっても表裏ちょっとへこんだ砥石で研いで仕上げた包丁がすごく良かったっていうのは、間違いないんだなっていう。だからそれは一つの知恵というか、歴史的に一世風靡した一つの研ぎの形だったのかもしれないなと思うと、それはそれで理解した上でやっぱりみんな大きく否定するわけじゃなく、そういうのがやっぱり主流だった時代があったんだっていうのはやっぱりね、覚えておいてもらえるといいんじゃないかなと思うね。ただね、本当にこの短期間でいきなり変わったっていうのも本当に事実だからね、やっぱりそこで、ね、ちょっとそこの新しい情報をやっぱり得てない方々からしたらね、すでに刃先丸いのにさらに角度つけるのみたいな、っていう二段刃は絶対ダメとか二段刃は切れないとかって昔からすごい言われてたのも、それもやっぱりね、その砥石を直さないっていうところが、直すタイミングが遅いって言った方がいいかな。そういうね、へこんだちょっと砥石で研ぐことが前提になってた時代からすればね、すでに丸いのにさらに角度つけたらそれがダメでしょとか、でもう一つは結構ね、極端な例が多くて、二段刃をやるって言った人は二段刃だけ研ぐのよ。そうだから切り刃と小刃とか切り刃と糸刃っていうそういう概念がないから、両極端なんだよね。もう切り刃だけ研ぐ派閥と二段刃をつける派閥とに分かれちゃってるみたいな。もしかするといろんなところで論争があったりする方も、もしかするともうどっちかでしょっていう概念っているかもしれない。切り刃も研ぐし糸刃も研がなきゃいけないって、この2つで包丁というもののバランスをとってるんだよっていう、そこの前提がちょっと抜けてしまってるからそういう風になってるのかもしれない。でね、やっぱり近年僕らが実験してきて、やっぱり味の話っていうのをするようになったけども、やっぱり当時ね、やっぱりもうめちゃくちゃバブルを支えてきたような料理人さんからすれば、もうとにかく忙しい、とにかく作業効率ってなった場合には、やっぱり仕上げっていうよりももう、ね、いかに長切れするかとか、そういうところをすごく重要視してきた時代っていうのももちろんあったりするのでね、そういうところで出来上がったスキルだったりするっていうのはあるのかもしれないよね。でね、やっぱりそういう研ぎ方をされてきた人の包丁とかもやっぱり今でも見るんだけど、結構肉眼で見てもポロポロ欠けてたりするのよ。だからやっぱり限界角度で成立はしていても強度が足らないのは事実なのかなと思うケースはやっぱりあるんだけど、たださらにそれを顕微鏡で見るとね、結構欠けてるのよ。ただ下手するとそれがさらに鋼の包丁、白紙とか青紙だったとするじゃない。もっと錆びるんだよね、キングデラックスになるから。そうすると錆によるさらに切れ味の復活がさらに石板とかで研いでるから生まれやすい。そうすると1回研いでから次研ぐまでの時間をいろんな複合的な要因でかなり稼げたっていうのもあるのかもしれないね。今でもそのやり方で残ってるっていうふうに感じるのは魚屋さんは比較的多いかもしれない。もう中とフィニッシュで鋼の包丁じゃないとダメみたいな方々もたくさんいらっしゃるんだけど、それはやっぱり旋盤とかで中とで終えといた方が錆が早いのよ。めっちゃ錆びやすい。で顕微鏡で見るとやっぱり勝手にノコギリがどんどん大きくなっていったりするのはもう確認してるんだけどね。そうするとステンレスの包丁を出すとすぐ切れなくなるからダメってみんな言っちゃうんだよね。そうだからやっぱりね、そういう作業効率を重視するのか、ものすごくその味とか、特殊な新しくできた世界を、重視するのかで、やっぱり話が交わらないっていうのはそういうところなのかなと思うね。だからね、やっぱりね、どっちが正しいというわけではなく、やっぱりどういう研ぎ方があって、どういう歴史があって、どういうやり方がその当時の正解だったのかっていう、そういうところもね、やっぱり覚えていてもらうと面白いんじゃないかなと思う。そうするとね、あれだけど、多分こういう研ぎ方されてる方が言ってるのかなとか、
その否定までしつつともね、ちょっと僕らと違う多分やり方なんだろうなみたいな感じでね受け止めていただくとなんか戦いにならないんじゃないかな。実際なんか最近いろいろ見るんで、包丁に限らずですけど、いろんなところでいろんな論争が起きてるんで、見るのは楽しいですけど、なんか揉めてんなと思って。ちなみに究極の話で言うと、骨切り包丁とかは下手すると研がずに1年放置して刃先がミクロレベルで錆びてるやつが一番調子いいかもしれない。その季節だけ使った後はもう寝かせとくっていう。そう錆が作る刃先っていうのは研ぎでは再現がまずできない。ちょっと特殊な形状するんだよね。本当になんかギザギザなノコギリ、ああいう本当にノコギリのようなノコギリじゃないんだけど、なんか波打ったような刃先を作ってて、もう刃先触るとやっぱりすごい立ってたりするケースもあるんだよね。そうだからね、本当に難しい。それをやっぱり似たような切れ味にしてくれって言われた時になかなかちょっと再現が難しいなっていつも思うんだよね。お酢とかでわざと錆びさせるとかでもダメなんですか？いや、早すぎるんですか？いや、その錆びさせるっていうことをOK とするんだったらまた別の考え方もあるんだと思うんだけど、ただじゃあその難しいのが、研ぎ師としてすごく難しいなって感じるのが、そのギザギザになった包丁がめちゃくちゃいいですっていうのは分かってて実験もしてるんだけど、それが骨に対してだけいいのよ。身はめちゃくちゃダメなんだよね。だから劣化も早いし、もう指いたらものすごいなんかもう濁っちゃうし、もうものすごい身もちぎれちゃうし、だからやっぱりその骨っていうすごい強敵の中に柔らかい身があるっていう、どっちにフォーカスしますかっていう話で、だからやっぱり骨はちょっと我慢してでもやっぱり身の質を良くするように切った方が良くないですかっていうところもやっぱりこちらとしてはやっぱりコンサルティングみたいなことをしてる中ではやっぱりあるから、でもそれでもやっぱりうまく切れないっていうのはまたそれはそれでね、問題だから、すごいその折衷案を作るっていうのが難しいなっていつも思うね。ということでもう皆さん喧嘩しないでください。いやでももう究極ね、糸は小話の包丁ができるっていうのが最強だっていうのは僕も分かってるんで、なんかそれが鋼材がものすごく良くなった時にもしかすると再現できるかもしれないし、なんかいつかそういうのがねできないかっていうのはちょっと夢見てたりするので、研ぎの理論で競ってほしいですね、ここで出てきてもらってみんなでご自身の意見がたくさんある方がいっぱいいるんで、ぜひうちのチャンネルに来て発表してほしい喧嘩はするつもりないんで、彼ら同士僕らじゃなくて、普通のなんかスレッズとかで僕はこう思います、僕はこう思いますっていう人たくさんいらっしゃるので、なんかなかなかね難しいなと思うね。でもいろんなやり方があっていいと思うんで、面白いです。